1拍子しかないとお話ししましたけども、沖縄の本を調べてみましたら、沖縄もすべて1拍子なんですね。一つの言葉が一つの箱に入っていて、つまり何を言いたいかと、日本の言葉は世界の言葉の中で非常に珍しい強弱のリズムがない、肯定のリズムしかないですね。肯定、つまりおはようございます、おはようございますと言わないですね。でこれはリズム感がね、強弱がない。おはようございます、そうでございますね。わわわわわわ。これは日本の和歌も俳句みんなそうですけども、区切りだけで強弱はつけない。ところが西洋音楽を学んでみますと、この強弱をつけないことによっていかに無味乾燥な音楽になるか。つまり現代の音楽学校でも基本的に強弱の拍子をあまり教えてない。ですから子どもたちが特に音楽を勉強するときに強弱がないために非常に味気なく感じるんですね。ですから嫌いになってしまう危険性が非常にで、この蝶々っていう曲があります。これドイツなんですけども、ソミミファレレ、これがソミミファレレ、ドレミファソソソ、これ一拍子ですね。ソミミファレレ、ドレミファソソソ、ランバランバ、これで音楽が心が動くんですよね。だから心の動く音楽を教えないといけない。ということで西洋音楽のそのフレーズというのも句読点を必ずつけます。点と丸がなければ文章でないと言われていますね。ところが日本は文章を書いても点と丸あんまり意識しないで、文章の中に点丸がなくても分かるものもありますけれど、非常に点と丸っていうのは要するに、外国で言うとカンマとピリオド、これがないことには文章にならないんだよっていうふうに私たちは聞いてますね。ですから日本人も点と丸をつけなさい、いろんな本を調べてみますと最近は点と丸を非常にきちっと書いてありますね。ところが点と丸の他に空白点なんですね。でこれがまた意味あるんですね。でそういうことで長くなりますので、基本的なことだけお話しして、ピアノですと割合に強弱出せるんですけど、オルガンの場合に強弱出しにくいんです。みんな同じようにしか出てこない。ですからオルガン弾くときにも強弱を極力出さないと音楽が眠くなってしまう。ということでフレーズの区切りをちょっとオーバーにする、それから強弱をオーバーにする、そのことによって音楽が体にね、訴える感情が蘇ってきますので、そういうことをちょっと含めてやってみますね。最初の曲、この本がもう世界中で使われている教会音楽なんですけどね、リタージカル、つまり儀式的な音楽ということで、もう非常に古い音楽からたくさん入っています。でこれが8冊あるんですけどね、みんな素晴らしい曲ばっかりです。最初の曲はボリューム2の2番の曲です。
ナンバー